け花の未来です。本日は六本木にあります千億博古館東京にやってまいりまして、心の花主催の大郷理明さんとご一緒に花期のある風景の展覧会をご紹介いたします。大郷先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずは第一章の方から参りましょう。はい。どうぞ先生。お待ちいただいておりました。どうもお待たせいたしまして、今日はありがとうございます。本日はよろしくお願いいたします。ご紹介いたします。公益財団法人千億博古館理事で館長の広川守さんでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それから千億博古館東京の学芸課長で主任学芸員の森下愛子さんでいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。今回はYouTube でこちら本当にゴージャスなね、皆様出ていただきまして本当にゴージャスバージョンでございます。では、森下さんにこちらの概要、今回の展覧会の概要について簡単にですけれどもご紹介くださいませ。よろしくお願いします。では本日は千億博古館東京にお越しいただきましてありがとうございます。千億博古館と申しますのはまず京都に本館がございます。京都の鹿ヶ谷の千億博古館とこちら六本木一丁目にございます千億博古館東京の2館で皆様に美術品をご紹介する活動をしております。こちら実は千億博古館東京が立っております場所というのがもともと住友家の邸宅があった場所でございました。千億博古館という名前からは少し想像がつかないと思いますが、実は住友家が江戸時代より大切にしてきました美術品を皆様にご紹介する美術館でございます。今回の花期のある風景展ではですね、住友コレクションから花期にまつわる美術品をご紹介するとともに後ほどおそらく皆様が行かれます第3章で大郷理明コレクションの初お披露目というのがこの展覧会の趣旨でございます。第1章ではですね、花期とまたその花期に生けられた花々がですね、このような形で描かれた絵画をご紹介しております。こちら江戸時代に住友家に伝わった春花図という作品です。非常に大福の牡丹の花が非常に華やかな作品なんですが、こちらは原在中在明という親子によって描かれたものです。ぜひですね、今回の展覧会では花ももちろんなんですが、こちら花期に注目していただきたいと思っております。中国ではですね、玉堂風紀と言いまして牡丹の花を中心に非常に吉祥のおめでたい衣装として好まれておりました。こちらの特に大きい方の花期のこの作品というのは京都のお寺に伝わっております中国の絵画が元になったと言われております。特にですね、この原在中というお父さんの方が描いているんですが、この花期あえてこの瑠璃色というその色を強調することでこの作品の華やかさを出しております。おそらく江戸時代の住友家では接遇の際にこちらの作品をかけてお客様をおもてなししたんではないかと言われております。今回の住友コレクションはですね、そのようなさまざまな場でお客様をおもてなしした花期たちをご紹介しております。第2章ではですね、小堀遠州という江戸時代前期の
大名茶人が命名しました杵成という古道の花入れをご紹介しております。でこちらの古道の花入れはですね、象形の耳が特徴となっておりまして、でまた日本では室町時代以降中国から入ってきました銅製の花入れというのはもともと仏教の伝来とともに伝わったとされるんですけれども、後に室町時代にですね唐物として座敷飾りで珍重されるようになってまいります。でその後、茶の湯という文化が、日本の中でも根付いていく中で、座敷飾りというのも、茶室の床の間に花入れを置いて、でそこに花を生けお客様をおもてなしするという茶の湯の精神と結びついてまいります。第2章ではそのような茶人が選んだ花入れ、またはですね茶人が手ずから作りました竹花入れなどをご紹介しております。で最後第4章ではですね日本の花入れ花生から西洋の文化が入りまして花瓶という文化へと変わっていく近代の作品をご紹介しております。で近代の住友コレクションの花器と申しますのは主に洋館を飾る調度として用いられました。特に明治時代以降ですね、日本政府の下、海外のお客様をお招きして接遇するそういう迎賓施設が作られまして、最初期の遠慮館という接遇施設で飾られていたのが京焼の名工関山伝七という方の作品です。実は住友コレクションにも明治の初め頃に関山伝七の作品が入っておりまして、その作品を中心に当時の日本の名工たちが憧れた中国清朝の美しい釉薬の花器とともにご紹介しております。このような形でさまざまな花を生け楽しむ花器で、今回はその花器に注目した展覧会となっておりますので、この後第3章につなげさせていただきたいと思います。ありがとうございます。こちらの方もポスターに出ている、で本当に結構大きいですね。そうなんです。左側のそれから花器のところなんですけど、あれはできているもの、もともとのものは陶にこう装飾がされた。そうですね。玉などがはめ込まれた非常に華やかな籠系の花入れですね。ただしもともとのこの作品の元になる中国の絵画というのは実はこちらの右の部分しか残っておりません。なのでこちらの左側が在明という息子さんの作品なんですけれども、在明自身が考え出したものなのか、またはおそらくこのような装飾的な花器というのはやはり中国のものですので、何か他の作品からおめでたいこのような花器を持ってきて親子で共演したのではないかと考えられております。ありがとうございます。ちょっといろいろと楽しみですね。いろいろな次のところも。では、第3章の方ご一緒に参りましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい。でつきました第3章寿蔵記念黄金名コレクションの花器でございます。じゃあちょっと覗かせていただきます。どうぞ。失礼します。おー、わー、すごいですね。数がすごい。そうですね。今パッと拝見するだけで、こちらの方が寸胴。寸胴ですね。でその先ほどの兵っていうんですか。器では真の器って言われますよね。そうですね。真の器。ね。で、奥の方に薄旗があって。そうですね。洋の器ですね。そして左側に船形の釣りの船形があって、こちら左水盤がある。宋の器ですね。なんかもう壮観ですね。でこの中でまずチラシに出てたのがこちらなんですけれど、そうですね。柴牛ですね。指導牛形薄旗と書いてあります。
はい、そうですね。いわゆる芝牛という形で、芝牛、芝をこう担いだですね、牛の姿をリアルに表現したそういう形の器が江戸時代ぐらいからですかね、よく使われておりまして、通称芝牛というふうに呼ばれております。館長先生はご専門って何でした？もともと中国の青銅器が専門でして、ただこういった日本の近代青銅器と申しますのは、そういう中国の青銅器の伝統を受け継いで、特に作り方、制作技術なんかはそのまま踏襲しておりまして、いわば中国由来の青銅の文化がこう日本にも伝わって、それで発展していった、いわばもう最後のですね、本当に最後に一花咲かせたというような感じの位置づけになりまして、特にこれなんか本当に写実的な表現がですね、非常に興味深い作品でもございます。ありがとうございます。では大吾先生、顔をせっかくですからあちらにお見せしましょうか。じゃあ大吾先生はこれどういう思いで集められたんですか？そもそも。僕はお生花というスタイルの生け花をやってるんですけども、古典図ってかな、そういうものの中にしばしばこの芝牛とかいろんな変化のある器が出てくるんですけども、割合これで見ると珍しく思われるかもしれませんけども、昔の人は結構創造性に富んだ器を使って、今の方がどちらかというと地味ですかね。そうですね、創造性というかリアルな雰囲気になってますね。ありがとうございます。ではですね、館長先生はこの中でお好きなのちょっとあったら。そうですね、私自身は青銅器の作り方というのが専門にしてますので、どうしてもそっちに目がいってしまうんですが一番奥のちょっと小ぶりな器ですね。はい、拝見します。ちょっとこうやって並んでると目立たないんですが、小さいですね。はい、読みます。青海派夕だれ薄旗でございます。先生はこちらのどこに？そうですね、まず一つはちょっとガラス越しでは見にくいのですが、青海派の模様がですね、壺全面にびっしりとこう本当に破綻なくですね、大きさを少しずつ変えながら器全体を覆ってて、その規格性、さらには口のところからですね、陶器の上薬ですね、それを模したものがざーっと垂れているのですが、その整然とした青海派と、それからドロッと垂れた夕だれのですね、コントラストがすごく素晴らしい。特に夕が垂れているところの部分だけはすごく光沢をつけてですね、これ後から作ってから色付けをしてるんですが、その色付けも非常にうまいですね。色付け、そうですね、色付けというと表面にですね、鋳造し作った後ですね、着色をするんです。いろいろな薬品を使いまして、熱を加えて焼き付けるんですが、こっちとこっちに比べると色も違いますよね。そうですね、これ2つともですね着色をしてます。こちらはちょっと本体の方が黄土色のですね着色をして、黄土三つ足そうですね、上の方の皿の上だけをちょっと赤くですね、着色するという、色の変化をこう非常に簡素な模様もないですね、すっきりした器で色分けをした、こちらは釉薬のね艶を出すというような、そういう思わずテクニックの方を割とね2つとも有名な人が作ってるんです。でも私こちらの金谷五郎三郎って今もお名前がなんかお釜とかで、そうですね、京都近郊のですね、江戸時代に非常に活躍した金谷
家がですね、代々ずっと仏具とかお茶道具とか花器とかを作り続けてるんですが、特にこの赤い色を出すっていう技術が非常に洗練されておりまして、金谷のヒーロー道とかいう形で、特にお茶道具の世界でですね非常に珍重されたものです。あっちはね木村確か東雲じゃなかったかと思うんですよ、渡る雲だと思うんですけどね、で清民の系統を継ぐと言われるんですけど、清民清民と仏具屋っていうかそういうふうに言われるんですけど、それが発展的になって、この系統がどういうふうに伝わってるかっていうのは今後の調査によるんでしょうけども、それで東雲がいて、またうまい人と言われた人なんですけどね。はい、本当にでこの方がまた清民を名乗る時があるんです。それでまたでこのご子息が清民の息子にまた東雲をいる。その辺がちょっと、どなたが本当に作ったかはよくわからない。そういうのを研究するとまた面白いんです。いやでもこれね、いろいろと実はお話先その前にもお伺いしたんだけれども、そもそもね銅器を作り方とかそういったことも含めて考えるととても難しいのだなっていうことは理解できますね。はい、模様付けは本当にこれは最高度のテクニックで、完成度も高いですね。高いですね。完成度が非常に技術的なことと。はい、ありがとうございます。じゃあこのちょっと正外派つながりでこちらの方この水盤ですよね。はい、正外刃文透かし水盤、こちらなんですけれど、なんかこちらも素晴らしいということで、ちょっとご説明をお願いいたします。一見透かしが見えない地味な器なんですが、これ水を溜める水盤の部分ですね、それがポーッと外れます。で、その水盤を受けてる下の台があるんですが、そこが全面的に透かしになっておりまして、特に非常に繊細な正外刃の透かしをもう刺繍ぐるりとこう透かしで作っておりまして、それもですね破綻することなく全部がつながっている。先生、こんなにきれいに正解派やるときには湯口っていうかいくつか作るんですかね。湯口はですね基本的に口は4つぐらい作っておいて、流すところは1箇所なんですね。でこう湯を入れていきますと全部回ったかどうかが分かりませんので、上がりという別の穴からこう金属の溶けたものが上がってきたらこれで完成だなっていうのが。じゃあ何人かでせーので流すんですか。そうですね、これだったら1人で流したかもしれないですが、もう少し大きくなると2人3人で一挙に、これ多分足から金属の溶けたものを流し込んでます。大変なもんですね。そうですね、ちょっとわからない方にお伝えすると、銅器というのは型を作ってその中に銅を流し込むことによって作るんですけど、ということを私も最近知ったのですが、もうそれで流し込んでこれができるってすごいなっていうところですよね。そうですね、やはり流す金属を溶かして流すっていう仕事をしないといけませんので、その時の気温とか湿度とかですね、型の状況によって成功するか失敗するか、本当に運と申しますか神頼み的なところもありまして、そういう点で本当に素晴らしいテクニックの作品ですね。大好きです。大好き。でも差し上げちゃってどうするんですか。あとはまた考える。はい、じゃあ次にこちらです。はい、ちょっと小さいんだけど、松竹梅図寸胴、ちょっとカメラさんこうぐるっとね回っていただいて、こっちもずっとこれすごいのはね、松竹梅の絵がずっと変えてるんですよ。それで一つにしてるんですよ。ね、すごいですね。なんか単純に松とか
竹とか梅の模様を入れるだけじゃなくって、器にですね松の樹木の肌とかですね、あと竹の節とかを本当に繊細に入れておりまして、梅のところなんかはちょっと節なんかもですね入れたりですね、非常にリアルな表現でありながら、それが目立つことなくですね自然にこう松竹梅が共存しているようなですね、そういうところが本当に気品があってですね、しかも景色が3つありますので、それぞれにこのどちらを表にするかとかですね、そういうのも考えることができる非常にいい作品です。作る発想が素晴らしいと思う。松竹梅、松竹梅をね一つのものにこうやるんじゃなくて、その3つの箇所にねちゃんとそれぞれの特徴を出して、この発想がすごいな。なるほど。でもこの黄金コレクションというのがこちらの千億博古館にこう収蔵されるっていうその意味っていうのはどういうことがあるでしょうね。そうですね、もともと千億博古館は住友の、家業であります銅を象徴するお宝といたしまして、中国古代の青銅器を明治それから大正昭和の初めにかけまして作りまして、それが住友コレクションという形で世界的に名前が知られるようになっておりまして、今でも当館の収蔵品の中核をなすのが中国の古代の青銅器なんですけれども、その中国の古代の青銅器と申しますのは、実はその古代だけでとどまったわけではございませんで、その後も中国でずっと愛玩されまして、作り方それから文様の点で中国あるいは東アジアの造形モチーフのですね規範となったものなんですね。で、こちらにございます銅器もですねその系統をずっと受け継いだですね、東アジア3000年の青銅の文化の本当に最後と申しますか本当に最終を飾るようなそういう位置づけができまして、当館ではこういった中国古代から始まる青銅の芸術、それをずっとトレースして、今に至るまでのですねそういう青銅文化を紹介する、そういうことをちょっとモットーにしておりまして、そういう点でこの黄金先生のコレクションというのは本当にそれをですね今に伝えるそういう品々と考えておりまして、私どもの活動につきましてもやはりバリエーションが広がるようなですねそういう位置づけにしております。ありがとうございます。生け花でもねなかなか最近はこう皆さん使われてた方も亡くなられてどんどんなくなってしまって、さらにもちろん作る人がいないという中で、やっぱりこういう一つのところにいいものが残るということはとても意味があると思います。そうですね、これまでどちらかというと金属工芸と申しますと東京美術学校系のですねいわゆる西洋から来た美術芸術のもとに作られた立体の鏡像、とかですね、そういうものがやはり美術の方では注目されておりまして、こういう伝統的な総合芸術の中で使われてきたお道具類っていうのをまだやはり顧みることができていなかったもんですから、やはり金属工芸のやはりもう江戸時代からずっと続いているそういう伝統的な風土を持ったですねそういう器っていうのを今後見直していかないといけないなとは思っております。見直していかなければ、そうですね。ありがとうございます。やっぱり人間ですよ。人間は作る人とね、明治以降はなんか西洋に
かぶれたようなものが多かった、今そういうものは評価されてるんだけど、そうじゃない、とうとうとね、ずっと生け花に生け花のバトン、そうですなるほどです。わかりました。ありがとうございます。あとそうだ、学芸員の森下さんとしてはどんながこの中で好きなのか。はい、ちょっとやはり青銅器の専門家とは違う見方というか、私がもともと焼き物を研究している学芸員なので、そういう意味で一番面白いなと思いますのが、その工芸間の交流といいますか、非常に焼き物と近しい銅火器ということで、こちらの作品が最初にこの大郷先生のコレクションを拝見した時に非常に印象に残った作品でございました。鯉が泳いでるエイリズはい花瓶ということですね。スルッとしたですね。この肌の美しさというのが、これちょっと細くてメイピンみたいなね、はい口が細くなると、昔中国のそういう形ですよね。梅のそうですね。そうですね。はい。それで兵士っていうかね。でやはりね、そうですね、形の美しさと、あとやはり鯉というのがもともと中国で鯉のね滝登り、立身出世の衣装としてすごくおめでたいものとして好まれて、で日本でもやはり江戸時代から焼き物を中心に非常に好まれた題材というのがこの鯉なんですけれども、明治期の工芸と違って大正昭和にかけて非常にこういうすっきりとしたこの余白を生かした構図というのが一つ日本の焼き物やこういう金属工芸の世界で作られていくんですね。でこういう研ぎ澄まされた美というのもこの加納星雲という方の作品としてすごくこれ美しいなと。がもし輸出用だったらば、鯉も全部金になってます。そこ派手派手な、目のとこだけが目にちょっとね入ってるっていう、それが日本とあれが違うんじゃないかなと。でもこうね鱗のとこなどもちゃんとね細かく表現されている、そういうなんか変化をつけられるのがやはりね非常に腕のある方だったんだなということが分かる作品で。形は中国から来てるかもしれないけど、その精神目のところ、日本になって。ありがとうございました。ありがとうございます。では先生、どれもお好きだとは思うんですけれど、好きだからかでも、ちょっと最後に一つね、ご紹介したいというのがあったらお願いします。僕はね、この方はもう僕突としてもう顧みられないと思うんですけど、無名の方もたくさんいらっしゃると思うんだけども、特にこの方の詳細っていうかそういうのはよくわからないんですけども、東光斎若甫って方で、もう一つ僕は薄旗持ってるんですけど、この人はことは悪いけど垢抜けないといえば垢抜けないんです。それがまた魅力ので、裏を見るとちょっと待ってください。これなんか何の変哲もない水盤なんですけど、どこが美しいと思いません？このね、なんともないところがいいんじゃないですか。そうなんだ。作りすぎない。作りすぎない。やってみましたって。で、ここになんでこんなのが、この下になんか鏡がついてます。裏にモグラの親子があるんですけど、これはちょっと待ってください。この名前が一応名前というかこちらに出すにあたって「モグラ片桐堀水盤」というふうに出ています。それは裏にモグラが彫ってあるんですね。裏にモグラがちょっとこう今見ても雲野美世って方が彫ってるんです。その方は東京美術大学ですか、の教授をなさった方です。これのやっぱりこの器に触発されて僕は彫られたんじゃないかなと思う。どういうことですか？片方は無名かもしれない。だけど片方はちゃんとした先生。やっぱりこの器に触発されたんじゃないか。僕らはもうこの器全部いいも悪いも含めて僕は集めたのはやっぱりその器に触発されながらも自分の花として高めていくわけですけど、で特にこれ感じるのは僕これ見てて思ったんですけど、裏が土の中じゃないかと思う。
だからモグラ。モグラって土竜と書きますよね。それがこの水をためることによって沼として表現してでその下にモグラちゃんがいると。そうです。で本当にその雲の美声はいという方がこの東光祭 UFO のこの器に彫ったと、モグラちゃんを、と思うんです。モグラちゃんをそうです。でそこで多分水の下にモグラちゃんだな。いや水の下じゃない土の失中礼しましたにモグラがいて、失礼しましたそれが土竜と書くから、今度は僕らはここの水盤に水を張って花を生けるんだけれども、水を張ることによってこれを沼として見立てるんじゃないかな。で伏流というか出世を願って、いつかチャンスを見てで花を受けることによって上り竜になるんじゃないかなと思いながら。そういうふうにおそらくですね、掘った雲の美声も、ここにモグラ、この下だ、土だからモグラだろう、というふうなことでと、その思いと、その生け手の例えば王郷先生なり王郷先生との思いが、こう時間軸はずれてたとしても、そこでピッと何か、こうでしょって言ったらこうだねっていう、そこのなんか面白さ。これだけじゃなくて全ての器と交換するっていうかね、花だけでもない器だけでもない、これに課題をつけるんですけど、それで生け花とするんですけど、やっぱりそういうことを三位一体って言うんですけども、やっぱり一つの3つが一つになって一つのものとしてできる。でもそれって今の時代ではもうとてもそういうことを通用しませんけど、でもそういうことがやっぱり一つの学びじゃないかなと思います。そうですね。やはり皆さんそういう知識とかもなければそこにこうつながっていかないし。いや知識いらないんですよ。そうですか。感じなきゃいけない。感じる。感性ですね。感性ですね。知識はもう僕で知識の先生がいっぱいいらっしゃる。そう助けていただいて、僕はただ勝手に感性だけ。感性でこれだけ集めてこちらに。自分の感じるものをそれだけです。ありがとうございます。2025年1月25日から3月16日まで六本木の千億博古館東京で開催中です。ぜひ皆さんも本物をご覧くださいませ。